もちろんね、今から運用していくのはすごく大変だと思うんですけど、なんか求職者にとっては、これすごくわかりやすいんじゃないかなと思うんですけど、客観的に見てどうです？これ一緒に作ったので、シンボリスに任せたらシステム設計のところとか、システム構築のところはシンボリさん作ってもらいましたけど、なんか客観的に見てどんな気持ち？わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。目指すところがわかりやすい。これをやっておけば良い。これの5を全部目指せば、ここに行き着くんだっていうのがわかるから、めちゃめちゃわかりやすい。そうよね。なので、例えば役割レベル3の人が4にするためには、そのスキルコンピテンシー評価を少なくとも平均で 3.5 にすれば役割レベル4に上がる。もちろんそのスキルコンピテンシーだけではなく、役割レベルに求められるところもあるものの、定量的なところで言うと、役割レベル3から4に上げるには、平均点を 3.5 にすればいい。なおかつ、自分の部署、自分の事業部と自分のユニットに求められているところは、こういうふうに丸がついてるから、これをすればいいんだなっていうのが3ヶ月に1回チェックをしていくので、自分の足りていない要素っていうのが分かるようになっていくんじゃなかろうかと。めちゃくちゃ大変だったし、これが完成形ではないのが残念なところなんだけど、これはね、ぜひいろんな企業さんにね、見てもらいたい。そうですね。しかもこれ強み弱み分かりますよね。数字で5が取れてるところと1が多いところ、じゃあ1のところを伸ばそうみたいな、その個人の FT のなんかどうなりたいかとか伸ばしたいところみたいなところにも使えますよね。しかもね、例えばシステム理解力の中の現状システムの役割を把握する力っていうのがあるじゃないですか。例えば、これは3を目指しましょうとかでもいいと思うんですよね。ただ、SaaS ツールへの理解と学習力っていうのは自分が得意だし、興味があるから、これは4を目指して平均点 3.5 にしようみたいな、自分自身の成長のロードマップも分かりやすいと思うんですね。そうですね。例えば、受験勉強とかだったら、僕は国語ダメなんですよ。著者の気持ちを考えようとか、あれダメ。はい。しかしとか、ところがとか絶対間違えるタイプなんですね。はい。空気を読まないで。なので、国語は平均点を取ることを目標にした。でも、数学と物理と、あと科学からは、高得点を取って、平均点を上げようみたいなのって、自分で戦略取れるじゃないですか。っていう観点で評価も同じだと思ってて、こんだけスキルコンピテンシーがしっかりとしているんだったら、ここは自分が苦手だから、あえて今期は目指しません。でもここはもっと自分の好きなところだし、伸ばしていくことによって、自分がもしフライクじゃないところでも活躍できるからとか、将来的に必要なスキルだからみたいな感じで伸ばしてもらえると嬉しいなって思ってます。ぜひね、これを社員に常に見てもらって、自分の足りないところをちゃんと見つめてもらえればなって思ってます。